んにちは、アルムです。今回は息吹の勇者の存在について考えていきたいと思います。息吹の勇者っていつの時代の誰なのか気になりませんか？考察をする上で本編の内容をがっつり含みますので、ネタバレを避けたい方はお気をつけください。息吹の勇者服というのは、試練の祠を120個クリアすれば忘れ去られた神殿の最後の女神像の前で手に入れることができましたね。この服は誰のものだと思いますか？もちろん息吹の勇者というのは今後ほぼ間違いなくブレスオブザワイルドのリンクの代名詞となることでしょう。ですが、この息吹の勇者服に関してはその所有者について非常に曖昧だと思いませんか？説明欄には荒野を旅する勇者のためにあつらえたと書かれています。息吹の勇者服を手に入れた忘れ去られた神殿というのは、もともと歴代の勇者の功績を残す目的で建てられた施設でした。その名の通り、現在では人々から忘れ去られた場所であり、ストーリーとも直接関わりのない場所なんです。勇者服がこの場所に安置されていたのは、かつての勇者を偲ぶためだったのではないかと思うんです。つまるところ、息吹の勇者服というのは、もとよりブレワイリンクのためのものではなく、それ以外の勇者、つまり1万年前の勇者が着ていた服だったのではないでしょうか。息吹の勇者服がブレワイリンクのものではないと考えられる他の理由もあります。説明には荒野を旅する勇者のためと書かれていましたよね。仮にこの服がブレワイリンクのものであるとするならば、このハイラルが荒野ということになります。果たしてこの世界は荒野なのでしょうか。確かに場所によっては荒野と呼ばれる地域もあれば、人々の暮らしは至って簡素で、厄災の傷跡は今も残されており、荒れ果てた世界なのかもしれません。ですが、手つかずだからこそ、こんなにも美しいハイラルでもあると思うのです。ブレスオブザワイルドは、野生の息吹、厄災に滅ぼされてもなお強く生きる大自然が舞台なんです。この舞台を荒野と表現するのは、ブレワイのテーマとも相違を感じませんか？ですので、この服はブレワイリンクではなく、1万年前の勇者が着用していたものなのではないかと思うんです。では、1万年前の勇者が生きた時代というのは荒野の時代だったのでしょうか。この勇者服から読み取れることをもとに、さらに探ってみたいと思います。リンクは時代に合わせて少しずつ緑衣のデザインも変わってきました。グラフィックが向上するにつれ、服の装飾も細かく表現されているのがわかりますね。ちなみに時岡リンクが中に着ているのはババシャツなんです。リンクは完璧なるイケメンではなく、どこか芋臭さがあるからこそ愛されるリンクなのでしょう。とは言っても、息吹の勇者服ってちょっと素朴すぎませんか？膝小僧が見えているこのデザインは昨今の流行でしょうか？そんなわけないですよね。単なる素朴さというよりも時代臭を感じるんです。作品で言うと、ちょうど初代リンクの冒険、夢島、神虎あたりの時代。お気づきですよね。これらの服、息吹の勇者服とそっくりなんです。胸元の紐と茶色のババシャツは、これらすべてのリンクと共通しています。息吹の勇者服の剣闘校では、帽子の縁が黄色になっていて、さらにこの時代の勇者服に寄せた服となっているんです。この令和時代にわざわざ昭和を感じる服のデザインを取り入れるなんて
違和感がありますよね。でも、これらの作品が全てつながっているとしたらどうでしょう。そうなんです。これらは時系列にすると全て敗北ルートで同じ歴史上の勇者なんです。伊吹の勇者服のデザインをここまで寄せているのは、入り足においてこれらの作品と時代が近いことを意味していると考えられないでしょうか。ブレワイは最も未来の話でしたね。ブレワイの1万年前の世界というのがリンクの冒険の直後の世界である可能性も考えられなくはないのです。もしかしたら1万年前の勇者はリンクの冒険と近い時代に生きていたのかもしれません。初代ゼルダの伝説とリンクの冒険、それらは入り足において衰退の時代と呼ばれ、特にリンクの冒険の時代はあらゆる資料に荒廃の一途をたどる一方だったと伝えられています。伊吹の勇者服は荒野を旅する勇者のためのもの。まさに荒野を駆け巡る冒険だったこの時代とどこか通ずるものがありませんか？リンクの冒険のラストは完全体トライフォースをハイラル王国が所有することになりました。その後のハイラルが光の時代を築いたのか、それとも闇の時代となったのか、現在の公式情報では明らかになっていません。ですので、ここからはただの独り言だと思って聞いてください。リンクの冒険の最後は、ハイラル王国が完全体トライフォースを所有することになりました。ブレスオブザワイルドでも、王家の姫が完全体トライフォースを宿していましたね。リンクの冒険でトライフォースを手に入れ、超越した力を得た王家は、今度こそトライフォースの力を使って王政を築き上げ、そして超越した力、すなわちシーカー文明が開花していったのかもしれません。荒廃したハイラルが復興を始めたこの時代に、再びガノン復活が予期され、そこに一人の勇者が現れてハイラルを救ったのだとしたら、1万年前の真の勇者、それはもしかしたら敗北ルート最後に続く時代に生きた初代伊吹の勇者だったのかもしれません。ということで、今回の考察は以上となります。この動画を楽しんでいただけた方は、ご評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。